曇った時なんかは袖口から入ってくる風がですね、全身の体温をですね下げてしまいますので、寒いっちゃ寒いんですよね。左側の方結構咲いてますね。今回はですね、カメラの方を3台持ってきましたので、はい、皆様こんにちは。本日は DJI Osmo Action 4を使いまして、モトブログの方をしていきたいと思います。今回ですね、ちょっと走りに来ましたのは、梅やら桜やらそろそろですね咲いているのではないかなということで、思い当たる場所の方に走りに行ってみたいと思うんですけれども、ただ昨日ですね、夜間から早朝にかけまして結構な雨と強風だったんですよね。随分風強いなと思いまして、天気予報の方見ましたら、何やらですね、風速が8メートルから10メートルぐらいになっておりまして、1時間に降水量も4ミリですとかありましたから、そこそこ降ってたんですよね。なので、もしかしたら、散ってしまっているかもしれないということがございますので、その辺はちょっともうどうしようもないのかなという気がしますけれどもね。そして現在ですね、太陽は出ているんですけれども、相変わらずですね、気温の方は上がらないんですよね。本州の方とかですと、もう夏日ですとかっていう話ですけれども、20度も上がらないので、そうですね、こういうふうに走っているとですね、太陽が出ているときはいいんですけれども、曇ったときなんかは、ちょっと袖口から入ってくる風がですね、全身の体温をですね、下げてしまいますので、ちょっと寒いっちゃ寒いんですよね。グローブで袖口の方は、極力、風入らないようにはしてはいるんですけれども、それでもやっぱり、ちょっと入っちゃいますからね。寒いっちゃ寒いですね、まだね。とはいえですね、ちょこちょことこれから見えてくると思うんですけれども、街路樹の方なんかはですね、桜ですとか咲いていたりするんですよね。なので、もう時期的には、場所によってですけれどもね、札幌市内でも結構いい感じで咲いているところなんかあったりすると思うんですけれども、左側の方、結構咲いてますね。ひとまずですね、駒内公園の方は、ちょっと園内の方は足運んでないのでわからないんですけれども、まだ咲いていないのではないかなと思うんですよね。毎年遅いんですよね。ですから、ちょっと札幌市の中央区あたりの方、行ってみようかなと。結構こういう学校ですとかに植えられている桜とか多いですよね。かといってですね、勝手にですね、学校なんかに入って花見なんかしようものならですね、通報されて不審者として捕まってしまいますので、そんなことはできないんですけれども、今日はですね、5月の3日なんですよね。ゴールデンウィーク真っ只中ということでですね、正直ですね、普段よりも、なんて言うんでしょう、サンデードライバーとでも言うんでしょうかね、という方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと怖いっちゃ怖いんですよね。原付ですと、やはり乗用車と比べまして、速度差がありますので、抜かしてもらうのにもですね、結構気使うんですよね。そして普段ですね、あまり車に乗らないお方がですね、運転されますと、車幅感覚の方がきっとそんなに分かっていらっしゃらないと思うので、ギリギリスレスレ抜かされていく方もいらっしゃるんですよね。ですから
そういうことで、事故にならないとも限らないものですから、最近はですね、ずっと広報用のカメラとしてドラレコとして、後ろの方を映してはいるんですけれども、後ろにカメラついてるぞ、こっち向いてるぞっていうことで、少しはですね、気を使った走行を心がけてもらえるようになれば嬉しいんですけれどもね。いや、ちょっと最近、リアのブレーキの方を踏むと、鳴りますね。ブレーキ鳴りがしますね。ちょっと一回、リアタイヤの方を外しまして、ブレーキシューの減り具合なんかを確認しようかなと思いますけれども、もうちょっと暖かくなってからかな、作業の方は。さあ、今回の音声の方はどうでしょうね。アクション4の方にマイクミニの方を使って今録音しているんですけども、今までウランジ AM18 というワイヤレスマイク使いまして、そちらのマイクはですね 3.5mm のピンジャックがついてるんですよね。そのためワイヤレスマイクにピンマイクを挿しましてそこから音声を飛ばして、カメラの方に音声入れてたというような形になるんですけれども、マイクミニに関しましてはすごいちっちゃいですからね、邪魔にならないのでヘルメットの中に設置しているんですけれども、設置する場所によってはですね、何て言うんでしょう、風切り音ですか、巻き込んでしまったりとかする場合がありますので、そうすると風切り音がひどいことにはなると思うんですけど、今日はですね、風が少ないようなので、音の方もそんなにおかしな音は取れていないのではないかなというふうには思うんですけども、それとですね、ゲイン調整の方が前回マイナス4で、ちょっと声大きめかなというふうに思っておりましたので、今回はマイナス6にしてみましたね。これでもちょっと大きく感じるようでしたら、マイナス8ぐらいに下げようかなというふうに思っておりますけれども、いやー、このマイクミニ、結構使ってみるといいんですよね。そして購入したのはですね、私の場合、アクション4の方にダイレクトに接続ができるということで、マイク本体、7700円、非常にお安いんですけど、購入したんですが、ちょっとセットものにしようかなということで、確かですね、マイクが1つと、レシーバーの方が1つという形のセットのものが売っているんですけれども、それに私が1個現在持っておりますので、合わせるとマイク2つにレシーバーが1つという形になるんですけれどもね、物は試しで本体購入しただけですからね。ただ思っていた以上にこいつはちっこくて使い勝手がいいなというふうに思いましたので、あとレシーバーなんかもですね、あれば飛距離も伸びますし、他のカメラにも使えますから、そう考えるとですね、ちょっと別途購入してもいいんじゃないかなというふうに思ったんですよね。さあ、ちょっと今回見に来たのがですね、中島公園というところなんですよね。そちらの方でちょっと桜の方を見ていこうかなと。
かめっちゃ綺麗だね。痛かった。はい、ひとまずですね、桜の方見てまいりましたけれども、いい感じに咲いていたんじゃないでしょうかね。あとは場所によってまだ咲いていなかったり、7分咲き、6分咲きとかでしたり、そういうところもありますので、ただですね、前回か前々回あたりもですね、確か旭山記念公園の方にですね、行きまして、撮ってきましたけれども、今回はですね、カメラの方を3台持ってきましたので、画角の方がちょこちょこといろんな画角に変更されておりますので、一体何のカメラを使って撮影しているんだっていう感じですけれども、答えはですね、こちらの方になりますね。どれもですね、4K の60フレームで撮影ができるカメラなので、走行動画としてはですね、4K の60フレームあたりで撮りたいので、今回は 4K60 フレームで撮影できるカメラの方を使って収録の方をしているんですけれども、で、見ていただいた通りですね、ちょっと、こちら、普段よりも画角が狭いんですよね。というのはですね、今までは 4K60 フレームで撮影してきました、こちらの XTU Max Pro。これですね、今回は内蔵手ブレ補正で撮影の方をしているんですね。今まではですね、ジャイロフローを使って映像の方を作っていたこと多いんですけれども、今回は内蔵手ブレ補正になりますので、画角の方がこのぐらい狭くなっちゃうんですよね。ジャイロフローはですね、手ブレ補正を、がっつり効かせるのではなく、まず効かせる状態にいたしまして、それでですね、画角の方を広く保つという感じで使うのが、私の好みではあるんですけれども、今回はですね、3台使いますので、ちょっと編集の方も時間かかりそうですから、手っ取り早くですね、内蔵の手ブレ補正の方を使いまして、撮影の方をしているんですけれども、
普段と比べるとですね、随分価格の差が見えておれるなと。MAX Pro 1台で撮影するのであれば、ジャイロフローを全然使うんですけれども、複数台使うとなりますと、面倒といえば面倒になってしまいますので、今回は内蔵手ブレ補正の方でいきたいなと。私の所有しているカメラでは 4K の30フレームで撮れるものというのは多いんですけれども、60フレームで撮れるものって少ないんですよね。で、撮れたといたしましても、ジャギが出るような低画質のものだったりしますので、まともにですね、こういう風に撮れるカメラというのは、私にとってはちょっと貴重かなと思ってますね。というわけで、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。